皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は私たちの生活に欠かせない食品パッケージや段ボールの色を支え、海外でガンガン稼いでいる坂田インクスの点検を行います。直近で大株主の入れ替えとなる株式の売り出し PO が実施され、一時的に株価が下がって不安に思っている方もいるかもしれません。しかし現場の中身を覗いてみると、ものすごい勢いで利益を稼ぎ出し、株主への還元もトップクラスという超優良な姿が見えてきました。果たしてこの下落はピンチなのか、それとも絶好のチャンスなのか、現場目線でしっかりと確認していきましょう。本日も最後までご安全に。続いて初動点検、のんびり点検シートです。1、配当利回り 3.0% 以上に対し 4.41% で合格。2、ROE10.0 以上に対し 10.0% で合格。3、自己資本比率 50.0% 以上に対し 52.8% で合格。4、配当成功 50.0% 以下に対し 40.4% で合格。5、補足27年連続減配なし増配基調で超合格。判定は見事なオール合格です。次に事業内容の点検、稼ぎの柱です。次にこの会社が何で稼いでいるのか、2025年12月期の外部顧客への売上高から構成費を点検します。印刷印記米州約 39.2%、 売上高1110億円。印刷印記アジア約 21.7%、 売上高560億円。印刷印記機材日本約 19.1%、 売上高493億円。印刷印記欧州約 8.1%、 売上高208億円。機能性材料約 7.9%、 売上高203億円。その他約 3.9%、 売上高100億円。これらは売上高合計2576億円に対する概算比率です。坂田リンクスは印刷印記で世界トップクラスのシェアを誇るグローバル企業です。ご覧の通り海外での売上比率が約 70% に達しており、特にアメリカを中心とした米州と経済成長が著しいアジアの2本柱でガンガン稼いでいます。この会社の強みは景気に左右されにくい日常品の裏方であることです。どんな景気になっても食品や飲料のパッケージがなくなることはありません。さらに懸念されがちなアメリカの通商関税の影響についても、現地で生産販売する地産地消モデルを構築しているため、影響は軽微に抑え込まれています。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。見事な右肩上がりです。2022年は世界的な原材料価格の高騰を受けて利益がへこむ苦しい時期がありました。しかしそこから製品価格への値上げをしっかりと行い、米州での販売好調や海外企業の買収 M&A 効果を重ねて見事に V 字回復を果たしています。なんと3期連続で営業利益の過去最高を更新しており、逆風を乗り越えて進化し続ける現場の強い底力を感じますね。続いて財務の深掘り点検です。会社の倒産しにくさ、自己資本比率は2024年の 50.7% から2025年に 52.8% へとさらに強固になっています。特筆すべきは会社がお付き合いで持っていた政策保有株式を2025年末までに大きく売却して減らしたことです。この売却で得たお金や本業で稼いだ現金、ちなみに営業活動によるキャッシュフローは170億円のプラスですが、これをアメリカの新工場建設などの将来の成長投資と株主への還元にバランスよく振り分けています。次に還元姿勢の点検、配当と配当成功です。1株当たりの配当金は2023年の35円から2024年に70円、2025年には95円と急拡大し、さらに2026年予想では100円と3年間で配当が約 2.8 倍に膨れ上がっています。会社は総還元成功 50% 以上という高い還元目標を掲げており、約束通りに還元を実行しています。さらに年間10億円規模の自社株買い、
つまり会社が自分の株を買い戻して1株当たりの価値を高める作業も並行して行っており、現在も2026年3月末を期限とする上限10億円55万株の自社株買いを実施中です。株主を大切にする姿勢は文句なしのトップクラスです。続いて直近決算と将来目標です。最新の2025年12月決算では、米州や機能性材料の販売が好調で、海外での原材料価格も安定したことで、売上利益ともに過去最高レベルの着地となりました。そして次なる2026年12月期の予想は、売上高2760億円、営業利益170億円と、さらなる増収増益を見込んでいます。将来の目標としては、2030年に売上高3000億円という大きなゴールを掲げています。既存のインキ事業だけでなく、コーティング材事業やエレクトロニクスなどの新規事業領域を拡大し、さらなる高みを目指して現場は動き続けています。次にチャートと需給点検です。現在の株価は2260円台で推移しています。今年2月につけた年初来高値2740円からは少し落ち着き、買いやすい位置、押し目を作っています。直近で株価が下がった理由の一つは、2025年11月に実施された約294万株に及ぶ株式の売り出し PO です。これは金融機関などが持っていた株を一般投資家に買ってもらう大株主の入れ替え作業であり、すでに手続きは完了しています。業績が悪くなったわけではなく、むしろ株式の流動性が高まる前向きな作業です。需給面では信用倍率、つまり借金してまで株を買っている人の行列が 9.18 倍と少し重たさがありますが、配当利回りが 4.4% と非常に高水準であるため、これ以上大きく値崩れしにくい下値の硬い状態だと判断できます。最後にのんびりの判定です。坂田インクスは生活必需品のパッケージという安定した需要を背景に、海外市場でしっかりと稼ぐ力を持ち、株主還元姿勢も超一流の優良現場です。投資戦略としては、過去の株式の売り出しなどに伴う株価の落ち着きは業績の悪化を伴わないため、絶好の押し目買いチャンスと言えます。配当利回り 4.4% という魅力的な水準でコツコツと株を拾い集め、長期で配当をもらい続けるほったらかし投資にぴったりの銘柄です。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったという方は、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。それでは皆様、本日もご安全に。